ご視聴ありがとうございます。今回は新線と旧線に隠された意外な歴史を取り上げます。便利な新線ができる前の模様とその痕跡を解説します。不便な旧線が再び注目されている理由とは一体何なのでしょうか。ここは JR 四国の拠点駅、松山駅です。松山市の中心からは少し離れた場所にあり、日中は意外とのんびりした空気が漂います。松山には地方私鉄の伊予鉄道もあり、駅や列車本数は伊予鉄の方が多いことから、近距離輸送は伊予鉄が、遠距離輸送は JR 四国がメインです。来月にはいよいよ高架化されるこの駅は、高松駅から宇和島駅までを結ぶ予讃線の中間駅です。松山から南西に 11.6 キロ離れた伊予市駅までは電化されており、かつてはこの駅を通して運行される特急もありましたが、需要に差があることや、電車とディーゼルカーで車両を分けるため、今では特急列車の系統は分けられています。普通列車も事情は同じで、伊予市から宇和島方面へはディーゼルカーで運行するため、松山駅を通して運行されるのは一部の列車だけです。そして松山から宇和島までの間では、途中で線路が2つに分かれます。この図だとよくわからないですが、2つの線路は大きく違います。上は海側を通っており、途中では海岸線ギリギリに線路が敷かれています。一方下は山間部を通っており、長い直線からもわかる通り、ここでは長いトンネルで山を貫きます。海側ルートは遠回りな上、カーブが多くてスピードが出せないため、所要時間が余分にかかります。山側ルートは山をトンネルで貫き、スピードを出しやすくなっているため、特急列車は基本的に山側ルートを通ります。先に開業したのは海側のルート。最初に開通したのは1918年、大正7年、長浜町から大津までの間です。この区間は私鉄である愛媛鉄道が開業させた区間で、レール同士の間隔、期間は762ミリと、現在 JR 四国で採用されている1067ミリよりも狭いものでした。そして愛媛鉄道が建設したのは、ここだけではありません。2年後には、五郎駅と大津駅の間にあった若宮連絡所から内子までが開通しています。これらの路線はもともと、愛媛鉄道の前身である西予電気軌道によって1910年に計画されたものです。当時の計画では、起点は今の伊予市駅に近い伊予鉄道の郡中駅で、峠を越えた後、内子や大津を経て八幡浜に至る予定でした。峠の工事は難しすぎるため、比較的工事が楽な伊予灘沿いに線路を敷くことになったのです。内子方面の線路は、当初の計画にあった路線が支線として建設されたもので、内子駅周辺の線路は今より曲がりくねっています。その後1932年には、国鉄の路線が松山方面から延伸され、今の伊予市駅である南郡中駅から伊予上灘駅までが開業しています。翌年には愛媛鉄道が国有化され、内子までの支線を含む路線名が愛媛線になりました。この時長浜町駅は伊予長浜駅に、大津駅は伊予大津駅に改称されています。その2年後には、伊予上灘駅から下灘駅の間が開業、わずか4ヶ月後にはさらに延伸され、伊予長浜駅までが開業したことで、海側ルートが全通しています。これに合わせ、愛媛線の伊予長浜から伊予大津までの期間が1067ミリに改められるとともに、当時の予算本線に編入されました。内子までの支線は内子線という名称になり、1067ミリに期間が改められるとともに、本線との分岐箇所が五郎駅に変更されています。1936年には伊予大津から先に線路が伸ばされ、今のルートに似た感じになります。そしてここまでは全て戦前の話。内子までちょこっと伸びた支線が気になりますが、本線との分岐が五郎駅になったことで、今の山側ルートとはくっつく場所と向きが違います。また、内子駅の周りの線路もまだカーブが多いままです。この支線が今の形態になるのは、戦後の話です。内子線は全長10キロほどしかないこと、沿線の人口密度が低いこともあり、赤字を出していました。
1キロあたりの1日平均の乗客数は500人を下回っており、1日の列車本数がわずか8本だった時代もあるそうです。この区間は赤字ローカル線として廃止の候補になり、1968年に国鉄諮問委員会が廃止やバスへの転換を促した路線、いわゆる赤字83線に選ばれています。選定基準は主に3つ。路線の長さが100キロ以下で、鉄道網全体から見た機能が低く、沿線人口が少ないこと。10キロほどしかなく行き止まりで、沿線の人口密度が低い内子線はしっかり当てはまっています。また、定期客の片道輸送量が3000人以内、貨物の1日発着600トン以内という条件も同じ。輸送量の伸びが競合輸送機関を下回り、旅客、貨物とも減少しているというのも同じです。廃線対象には83路線、総延長 2590.6 キロが選定され、国鉄は翌年から地元との廃線協議に入りましたが、各地で反対運動が勃発して廃線どころではなく、1972年までに廃止されたのは11路線 116.0 キロ、わずか 4.5% という結果でした。しかも当時は、日本鉄道建設公団、略して鉄建公団が、地方ローカル線の建設を進めていました。国鉄が大都市圏の需要増加に対応する投資に追われ、地方の路線整備に手が回っていなかったことから、それを肩代わりする名目で設立された鉄建公団でしたが、作った路線には採算性の低いものが多く、結果的に国鉄の負担になってしまいます。そして内子線は、1980年に制定された国鉄再建法の定める第一次特定地方交通線に選定される水準でした。これは赤字83線の取り組みの失敗を受け、厳しい基準を設けてローカル線を廃止する取り組みでしたが、予算線では不便な海側ルートに代わって山側に新線を建設し、スピードアップを図る計画ができ、内子線が利用されることになります。向原駅で分岐し、山間部をトンネルでぶち抜いて内子まで乗り入れる新線を建設。さらに内子線の五郎駅と新谷駅の間は線路を付け替えて宇和島方面と直で行き来できるようにし、さらに途中区間でも線路を付け替えるなどして開業、列車が爆速で走れるようにする計画でした。内子線を短絡ルートに組み込むことで、1キロあたりの1日平均の乗客数は500人から6700人に増えると算定されたため、路線の存続が決まっています。この頃、国鉄再建法によって鉄建公団の地方路線は原則工事が凍結されましたが、その中でもこの新線の建設は続けられました。これは茨城県の鹿島新線、今の鹿島臨海鉄道と並び、全国で2例だけです。1985年11月には、新谷駅から伊香崎駅までの大半で、線路の規格を上げたり、カーブを緩くするための改修工事がスタート。同時に、新谷駅から五郎駅の線路と、伊香崎付近から内子駅までの線路の付け替えも行われています。この工事は翌年3月2日まで続けられ、その間はバス代行になりました。新たに建設された区間はカーブが少なく、鉄建公団ご自慢の豪華な設備と JR 四国が誇る振り子式特急の力でガンガン走れます。片方の線路が速度制限を受けない配置になっており、特急がそちらを通るようにすることで所要時間が伸びなくなっています。伊香崎と内子の両駅は移転し、新谷駅には上下線の列車が行き違える設備が新設され、五郎から新谷までは廃止になりました。内子駅は地上駅から高架駅になり、ホーム2つ、線路3本の立派な駅になっています。海側ルートとの分岐箇所のうち、松山寄りの向原駅では駅のすぐそばで分岐しており、海側ルートから山側ルートが分岐する作りですが、山側ルートが速度制限を受けない線路の配置になっています。それに対し、伊予大洲では分岐点が駅から離れているため、正式には 2.4 キロ離れた伊予若宮信号場が分岐箇所になっています。ここは愛媛鉄道時代、内子方面への支線が分岐していた場所で、50年余りの歳月を経て、分岐箇所が再び戻っています。また、ポイントでは山側ルートが直線で、特急列車も速度を落とさなくて済みますが、その前後にあるカーブからわかる通り、これは山側ルートの建設に合わせて付け替えたものです。ポイントの前後の映像を通して見ると、
もともと海側ルートが直線だったことがわかります。伊香崎駅から内子駅までの間ではバイパス道路が建設され、線路跡も減りましたが、バイパス道路の横にはまだ線路が残っているところもあり、有志によるメンテナンスもされています。内子駅周辺の線路跡は道路に転用され、幅とカーブに当時の面影があります。そして内子駅前にあるのが C12 型蒸気機関車です。1939年、昭和14年に名古屋で製造され、東北で活躍した後、69年に宇和島に転属、内子線で活躍した車両です。70年に役目を終えて地元の小学校に保存された後、山川ルート開業後の97年から内子駅前で保存されています。五郎から新谷までの9線の一部は道路に転用され、新谷駅付近ではその様子がわかる場所があります。また、五郎駅は規模が縮小され、線路とホームが一つずつの小さな駅になっています。使われなくなったホームは残っており、広い構内にかつての賑わいが感じられます。山川ルートと海側ルートをもう少し詳しく見ていきます。特急宇和海は全て山川ルートで運行されており、1日16本あり、山川ルートの普通列車は12本あります。海側ルートの普通列車は9本で、山側より本数は少ないものの、今も一定の存在感があります。そしてメインルートから外れた海側ルートは、最近新たな役割を担うようになりました。それが、路線の途中にある下灘駅です。4ヶ月だけ終着駅として機能したこの駅、かつてはホームの両側に線路があった名残で、構内は結構広々としています。山川ルートの開業で寂れてしまったものの、2000年頃から青春18切符のポスターに採用されたことで人気になり、観光客が訪れるようになりました。駅の周りの道路はたくさんの車をさばけるほどのキャパがないため、近隣の駐車場から列車で来るよう勧めるポスターもあります。私が乗っていた八幡浜始発、下灘19時38分発の松山行き普通列車も、下灘駅を通る列車の一つです。北西に向いた下灘駅は夏の夕日を撮るには抜群の立地で、日没の少し後に下灘駅を通るこの列車にも乗客が押し寄せます。私以外には2人だけだったこの列車には50人を軽く超える乗客が乗り込み、座席はいっぱいになりました。そしてもう一つの変化が、2014年7月に運行が始まった伊予灘物語です。コンセプトはレトロモダンで、伊予灘をはじめとした美しい景色、アテンダントや地元住民によるおもてなし、地元の食材を使用した食事が楽しめます。この列車の運行に先立ち、予讃線の伊予市駅から伊予大洲駅までの区間には、愛ある伊予灘線の愛称が付けられました。初代の車両は普通列車向けのディーゼルカーを魔改造した2両編成で、老朽化が進行したことから、2021年末で運行を終了。翌年4月からは新しい顔ではなく車両になりました。新しい車両は特急車両からの改造で、1両増えて3両編成になっています。1両ごとに異なるコンセプトが与えられ、乗り口には専用の絨毯まで敷かれる贅沢な車両です。そして早朝に1本、松山と宇和島を直通する普通列車もあります。特急宇和海なら1時間20分ほどの区間を3時間19分かけて走るロングラン列車です。点火されていない区間を走る普通列車は基本的にロングシートですが、この車両はクロスシートの豪華な車両で運行され、快適な座席で伊予灘の景色を堪能できます。山側ルートを特急宇和海で走り抜けるのも良いですが、海側ルートの旅情も捨てがたいところです。一方、山側ルートの開業により、国内屈指の速度を誇る特急宇和海ですが、大洲から八幡浜への高速道路の建設が進み、競争環境の激化が懸念されます。この道路は残り 7.5 キロを残すのみで、愛媛県に3つある高規格道路をつなぐ役割を担う場所の一つです。高速輸送を担う山側ルートと、観光輸送で脚光を浴びる海側ルート。一度乗ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。